こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとしてカスタマーハラスメントについて解説をしていきたいと思います。今、様々なハラスメントというのがありますけれど、代表的なのはセクハラ、パワハラ、マタハラといったところですね。こちらの方に関しましては、もうすでに法制度が確立されておりまして、法律として規制をされているといった状況、そしてですね、昨今問題になってきているのがカスタマーハラスメントというカスハラと言われるものですね。このカスタマーハラスメント、随分メディアなどでも取り上げられることが増えてきましたので、名前は知っている方多いと思います。会社としても認知はしている、と思いますけれど、知ってはいるんだけれど、まだその対策ができていないという会社が非常に多いのではないでしょうか。今回はですね、このカスタマーハラスメントに関しまして、非常に厚生労働省の方も問題意識を持っているので、この少しガイドラインといったものを作られています。そういったところを少しご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、カスタマーハラスメントとはそもそもどういったものなのかについて見ていきたいと思います。そしてカスタマーハラスメントの発生数、今現状どのくらいカスタマーハラスメントって発生をしているんだろうかといったところ、そしてこのカスタマーハラスメントを放置していくといったところについて見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、カスタマーハラスメントとはどういったものなのか、通称カスハラというふうに呼ばれますけれど、顧客等からのクレーム、言動であって、社会通念上不相応、かつ労働者の就業環境が害されるものという形になっておりますので、このハラスメント関係ですね、やはり共通をしているのは社会通念上不相応であること、そして労働者の就業環境が害されるものといったところが共通をしている内容ではあるかと思います。そしてですね、カスタマーハラスメントとクレームですね、この違いなかなか難しいのかなというふうに思いますけれど、やはりクレームとカスハラスメントの違いですね、やはり良識性のある要望であったり要求であるかどうかといったところが判断の基準になるのではないかなというふうに思います。特にですね、コロナ禍においては感染予防アイテムですね、マスク等、あとはその他の日用品というのがですね、続々と品切れをしていて、小売り、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで働く従業員に対するカスタマーハラスメントは非常に横行したといったところがありました。そういったところもありまして、やはりどんどん、従業員に対する圧力というのが増えてきている、それによって従業員の就業環境が害されるといったところが問題視されてくる。ではこのカスタマーハラスメントに関しましては、どういった行為があるのかといいますと、厚生労働省の方で挙げているものとしては全部で8つの類型ですね、種類があります。1つ目が時間拘束型と言われるもの、2つ目がリピート型、3つ目が暴言型、そして4つ目は暴力型、5番目が威嚇脅迫型、6番目が権威型、7番目が店舗外拘束型、そして8番目が SNS などでの誹謗中傷型という形になっております。明らかに犯罪行為というのもありますけれど、こういった形でカスタマーハラスメントというのはおおむね8つに分類をされるというふうに言われております。そしてでは実際ですね、カスタマーハラスメントの実態調査といったところになってきますけれど、民間企業の調査結果によりますけれど、カスタマーハラスメントの実態調査という形で、直近1年間にカスタマーハラスメントを受けたことがある方というのはどのくらいいるかといいますと、約 64% といった形になっておりまして、もう過半数を超えているといった状況。そしてカスタマーハラスメントを受けた従業員に聞いたところ、その相手ですね、相手の年代に関しましては40代から60代の方が約8割といった形で、やはりそこそこの中年から高齢者といった形の方がカスタマーハラスメントを行っている実態が見えてくる。
そして、約半数が法人の顧客からカスタマーハラスメントを受けた経験もあるといった形で、やはり取引関係からですね、ハラスメントを受けるといったケースも出てくるのではないかなというふうに思います。こういった形でですね、直近1年間でもう6割を超える方がカスタマーハラスメントを経験をしているといった状況の中で、じゃあこのカスタマーハラスメントに関して、企業側としてはどのような対策をしているのかといったところの調査が隣の調査結果になってきておりますけれど、カスタマーハラスメント対策の方針ですねがない企業というのが約 55% と、そして、マニュアル等がない会社が 68%、そして、研修等を実施している、企業というのは1割未満といった形で、方針を上げている会社は約半数ではあるんですけれど、それに対して具体的なマニュアルですとか研修を行っている会社というのはほとんどないといった状況になってくるかと思います。ではこういったカスタマーハラスメントですけれど、なぜ発生をするのかといったところですけれど、やはりですね、様々な要因はあるかと思いますけれど、大きく分けると4つぐらいというふうに言われております。まずはストレスフルな社会といった形で、職場、家庭でもストレスを抱え込む機会が増えてきているので、ストレスの解消としてのはけ口として逆らえない立場にある従業員にカスタマーハラスメントが行われるといった状況。また、2つ目としては企業にあるサービスの違いですね。やはりサービスという見えないものになってきますので、その基準というのが会社ごとで異なってくる。そうすると、会社の比較をした場合にサービスが悪いといった形で、クレームのようなもので悪質にカスタマーハラスメントが発生をする。そして過剰サービスといった形で、日本的なサービスの良いところではあるんですけれど、やはり各企業同士が切磋琢磨をして他社を超えるサービスを追求してきた結果、過剰なサービスによってカスタマーハラスメントが発生しているのではないかといったところ。そして昨今はですね、ネットや SNS が普及をしているので、それによってさまざまな情報が入ってきて、匿名による誹謗中傷というのが可能になっているという社会的な背景もあるといった状況ではあります。ではこういったカスタマーハラスメントですね、受けることによってどのような影響が出てくるのかといいますと、やはり一番大きなのが従業員のメンタルの低下、モチベーションの低下ですね。やはりここがやはり半分近く、あるというふうに、言われております。そしてさらにですね、カスタマーハラスメントへの対応ということで、それに対する時間ですね、時間を取られて、その結果、本来の仕事への圧迫が出てくるということで、やはり業務パフォーマンスの低下ですとか、それによる精神的な不調、不良、そういった形が出てくる。またですね、過度なカスタマーハラスメントの場合ですと、現場対応への恐怖だとか苦痛、それによって引き起こされる休職、退職といったところも非常に懸念されるところではあります。そういった形でですね、従業員だけの問題ではなくて、こういった状況はですね、会社としては安全配慮義務というのがありますので、場合によっては安全配慮義務違反を問われる可能性もやはり会社側としてはあるといったところで、何かしら対策は必要というふうに考えます。そしてこのカスハラへの対応ですけれど、厚生労働省ですね、こういったところに対応しまして、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルというのを作成をしております。もう令和4年の2月に作成をしているんですけれど、この中に挙げられているのは、企業側としてはまずやってほしいことというのが大きく4つ取り上げられております。1つ目としては、事業主の基本方針、基本姿勢を明確にしてください。そしてそれを従業員へ周知をして啓発をすること。そして2番目としては従業員、被害者側としての従業員の相談対応ですね、相談窓口等の設置をしてくださいと。そしてカスタマーハラスメントが生じた場合の対応の方法、手順に関しても作ってください。そして4番目としては、その方法や手順に関して教育研修を行ってくださいといった形で大きく4つですね、企業側の準備として掲げております。ただですね、やはりカスタマーハラスメントもハラスメントの一つではありますので、やはりその判断基準というのが非常に難しいというふうに思います。パワーハラスメントに関しましては、3つの判断基準というのが示されておりますけれど、カスタマーハラスメントに関しても
法律ではまだ法規制されておりませんけれど、おおむねですね、厚生労働省で考えている見解としては、顧客の要求内容に妥当性があるのかどうか、そしてその要求を実現するための手段、対応が社会通念に照らして相当な範囲かといった形になっておりますけれど、その妥当性とか相当な範囲といったところの判断が非常に難しいといったところ、その他にですね、説明責任を十分に果たした上で、それでも納得をしてもらえない場合だとか、商品に瑕疵がないか、そしてサービス提供側での対応に非があるかないか、こういったところもカスタマーハラスメントの判断基準の一つとして考えているところもあるようではあります。従いまして、やはり相対的なものになってきますので、やはり業態、業種、企業文化との違いを踏まえて、あらかじめ各社でカスタマーハラスメントの判断基準を定めておくことが必要かと思います。最後に注意点のまとめになりますけれど、少しお話をしました安全配慮義務ですね。こちらは会社は従業員の健康と安全に配慮する義務というのが労働契約法上定められております。ただですね、罰則の規定等はないんですけれど、違反の場合は損害賠償の可能性もありますので注意をしてください。そしてこの安全配慮をしなければいけない範囲というのはですね、直接労働契約を結んでいない従業員も含む、そして当然に海外勤務者も含むといったところになっております。やはりですね、カスタマーハラスメントに限らず、長時間労働等の健康被害等も、配慮していただいて、安全配慮義務違反のないような形で、雇用を続けていってほしいと思います。まずはですね、従業員が悪質なクレームやカスハラによって苦しんでいないかどうか、日頃から注意をしていただくことが必要かと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。